はいどうも、カワウソです。今回はね、英検1級に受かる、裏技の勉強法ですね。これについて話していきます。でね、最初に言っときたいんですけれど、個人的にはあんまりお話ししたくないんですね。で、別にね、隠したいわけじゃないんですよ。もう正直言ってこういう動画は、出した方が多分数字も取れるし、僕にとってはメリットっちゃメリットなんだけれど、ただやっぱり話したくないというのは、これ本質的じゃないんですよね。これどういうことかっていうと、英語力は関係ないと、とにかく受かればいいと、そういう人に向けての、動画というか勉強法なんですね。だからこれをねやってしまうと、その英検1級は受かったけれど読めないし話せないと、就活でね、例えばこの英検1級という資格をアピールして、受かったとしても、その入ってからが地獄になっちゃうと、もうその可能性が結構高いんですよね。で、正直言うと、もう名前言っちゃいますけれど、英語コーチおさるさんが2ヶ月で受かる英検1級勉強法っていうのを出していますけれど、それと基本的なところは一緒です。すなわち英語運用の能力がない英検1級合格者を量産してしまうリスクが高いと。だから僕は正直この動画投稿するかどうか、悩んでいます。現在進行形で悩んでいます。悩みながら投稿しています。でもそれでもいいという人だけ見てください。すなわちね、今からお伝えする内容っていうのは、その英検1級に合格した後の自分の足りないところ、これを勉強し続けるよと、そう誓える人だけ見ていただけたらと思います。ただね、逆に本質とは何ぞやと、英語の本質とは何ぞやと、そういうところにこだわりすぎると、僕みたいに合計で13回ぐらい失敗する恐れもありますので、この動画をうまいこと使っていただければと思います。ではいきます。まずね、最初リーディングですね。これ単語、これをもうしっかりやってください。ぶっちゃけ言います。リーディングパートってこれで決まります。リーディングパートって語彙問題が25問で、長文というか文章問題、これが16問なんですね。で、語彙さえできれば、すなわち、語彙問題で、満点を取って、で、文章題で、16問中、4択なので4分の1で、4問正解するとしましょう。そうすると41点満点中の29点、7割取れるんですね。で、7割やったら、十分受かりますので、とにかく文章題の特訓は、してもしなくてもいいと、そういうことが言えます。とにかく単語です。で、続いてリスニング。これね、パート1、これをめちゃくちゃしっかりやってください。10問中、そのパート1に関しては10問中8問ぐらいが使い回しなんですね。つまりその過去問をしっかりやっていれば、確実に取れるところだと。で、それをやっているうちに、他のパートもある程度耳が慣れて5割正解するとします。その時に、合計で27点満点中16点、だいたい6割ぐらいは取ることができます。一次試験の最後、ライティングですね。これはもうとにかくトピックを読み間違わない、これにつきますね。2021年第1回試験の英作文のトピック、これはエコノミックサンクションの是非を問う問題でした。で、このエコノミックサンクション、経済制裁ですかね、これの意味を取れずに、不合格になった受験者がいっぱいいたと聞いております。で、逆にこのエコノミックサンクション
の意味を取れた人、意味が分かった人は他の人が大幅に減点になったというわけで、相対的にその普段よりも CSE スコアが上がったと、僕も含めてなんですけれど、素点は同じだけれど CSE スコアが上がったと、そういう受験者がいましたと。そのね、英検の英作文ってそのお題に沿ってない文章を書くともう大幅に減点されるんですよね。なので本当にこのトピックを読み間違わないっていうのはもう一番大事、そう思っていただいて構いません。で、このエコノミックサンクションもそうなんだけれど、このね、英語で経済、政治、社会を討論する技術と表現っていう本があります。これのもういっぱいトピックが載っていますので、トピックだけを全部読むと。で、その中で自分の知らない単語が出てきたら、そこはチェックしてもう完璧に覚えると。これをすることで英作文のトピックが読めなくなるということは起こらないと思いますので、あとはもうそのお題に沿った文を書くだけです。で、英作文の構成はね、すごくシンプルでいいです。導入があって、理由を3つぐらい書いてください。で、最後結論との結構典型的なパターンです。で、つまらなくていいんですよ。内容点がそんなに重視されてるわけじゃないので、これで、最後は例えば結論としてインコンクルージョンを使うとか、本当にその典型的なものでいいです。これでも、大きくミスらない限りは650点、これは確実に取れると思います。で、最後無事一次試験を突破して最後に二次試験ですね。で、これについてはね、おまけと考えてください。というのも僕11回失敗してるんですよ。で、不合格、二次試験に不合格になった回数でいうと9回です。で、合格したのはこの前の1回だけなので、スピーキングに関して自信を持って言うっていうことはやりません。それはね、ある意味で不誠実だと思うので。で、ただね、その発音、これは発音がいいとかなり得になるということはお伝えできるかと思います。というのも、二次試験の採用基準って4つあるんですよ。1つがショートスピーチ、1つが発音、1つがインタラクション、あとはグラマー、ボキャブラリー。つまり発音が4分の1占めてるんですよ。で、これは自分の経験から、自分の不合格経験から言いますけれど、その素点で、各10点満点で合計40点満点と、そのうち25点、これを取れば合格と、逆に24点だと不合格の確率が高いと。発音でね、めちゃくちゃ発音を頑張って、例えば10点満点中9点を取ったとしましょう。そうすると発音だけ分離っていうのはなかなか難しいので、例えばショートスピーチの欄にもいい影響が出ると思います。例えばちょっとその構成が悪かったとしても、10点満点中の7点、これをショートスピーチでもらえる可能性が高いです。で、そうすると例えば語彙力、文法力がなかったり、あるいはその会話のインタラクションがあまり良くなかったとしても、それぞれ10点中の5点、10点中4点取れば受かるんです。なのでね、発音を鍛えるっていうのはだいぶ二次試験合格の近道にはなると思っています。ただね、僕は発音がうまくありません。ネイティブキャンプで結構頑張ったんだけれど、もう最終的に10点中7点しか取ることができませんでした。なので、発音の練習方法につきましては、他の英語が得意な人に聞くのがいいかと思います。
まとめると、リーディングは単語、リスニングはパート1、ライティングはトピックを読み間違わないこと、そしてスピーキング、これは発音の練習。これさえやればだいぶ英検1級といえどもそんなに難しいハードルではなくなると思います。今回は以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。